仕入れに行くぞっつって3人で仕入れに行ってきたんですね。この日のために釣りみんなで行ってる。今日のため、皆様のためにすごい楽しみながら行ってきました。マグロなしでこの満足度は非常に良かったです。まあこれからですけど1回転目なんか来る前の準備とか緊張感とか、まあ、今の気持ちとかいかがですか？そうですね、まあ緊張はしますね。緊張しますか？まあ勝手がじゃやっぱちょっとああ、まあ環境も違いますもんね。そうわからないです。木更津のクラフトビール、黒ビールをご用意させていただきました。木更津の海苔のミネラルがたっぷり入っています。飲んでみると本当に海苔の風味が敏感な方はするんじゃないかなと思います。香りと海苔っぽい。木更津のアサリを使ったレースのしゃもじになります。美味しい。さっぱり。こんなおしゃれな。じゃがいもで。うまっ。止まらない。最初これは揚げたてですか？これ揚げたてです。はい。千葉の富津市のお酒でございます。竹岡ご用意させていただきました。あー、美味しい。柔らかい。ポテチと日本酒ってありえない組み合わせですね。海苔の養殖場なんでちょっと磯っぽい濃厚な感じの牡蠣になります。クリーミーですね。海の香りすごいしますね。日本酒も富津の竹岡なので、一応産地とすごい。山頂合わせて。大原のギャングダコ。大原はいすみ市ですね。伊勢海老食べてるんで本格系の味がすると思いますので。あ、でも味がどんどん出てきますね。男前なタコだな。千葉の止水町のお酒でございます。星合と書いてあります。星合は七夕のことですよね。織姫様と彦星様が会うっていうので、星が合うっていうことで、七夕7月7日限定のお酒です。僕の先輩にイカ釣り名人がいまして、船上で受付にしていてもらって。うまっ。大将これ耳が入ってるのが嬉しいです。耳マニアなんで。しっかり味がある。こちらはですね、富津渡りガニになります。渡りガニは、夏はオスが旬になります。今はオスなので身がすごく美味しくなっております。ふわふわしてる。味濃いっすね。味がいい仕事する。木更津の、切りアジフライになります。
これは、僕が釣ってきたやつ。アジも1匹ずつ神経締めします。おろしわさびで召し上がってください。こちらは漁師さんの食べ方になりますね。ふわふわ。房総ウイスキーというものが千葉の君津市でお作りしております。でハイボールで今日は房総ハイボールでご用意させていただきました。千葉県初の地のウイスキーですね。一番初。集い名物アジフライに房総ウイスキー、最高の千葉ペアリング。楽しみ。仕入れに行くぞっつって3人で仕入れに行ってきたんです。この日のために釣りみんなで行ってる。夫と一緒に釣りに行かされて。ああ、生かされてる。今日のため皆様のためにすごい楽しみながら行ってきました。めっちゃ言い方変わってる。小菜フグのたたきユッケになります。フグのたたきユッケ。何これ、うまっ。千葉の御宿っていう海の方です。これは御宿のお酒で岩の井というお酒ご用意させていただきます。結構飲んでいただくとどっしり味が濃い感じがすると思います。しっかり味が濃い。こちらはですね、千葉多許川タチウオですね。これは僕が釣ってきました。うまい。噛む必要がない。でかー。ドラゴこれ神経締めしたっすね。これその釣った時の。これ釣った時のやつ。のこれこれです。すげえ。木更津産ですね。うわ、揚げたて。甘いっすね。少しシュワシュワ微発泡で、薄濁りの、お酒ですね。で、カレーにはこういうちょっと甘くて乳酸っぽい感じが合うのかなと思って、これをちょっとチョイスさせていただきました。あー、ガリうまい。握り入るよ、これ。ガリ辛いっすね。これは一昨日釣ってきたので2日3日。めちゃくちゃ美味しいです。なんか握りに合う味ですね。柔らかい。一貫目味って今日なんで一貫目味にしたんですか？いやー、やっぱ木更津といったらアジかなと。名刺代わりの一貫。このくるりっていう場所、隣なんですよね。はい、お酒なんですけど、このくるりっていうところがすっごくお水が綺麗で、千葉県で唯一平成の水100選っていうのに選ばれたところなんですね。コチって普通あんま寝かさなくないですか？あんま寝かさないですね。うまっ。この食感ですね。ちょっとフグっぽさもあるというか。そうですね。シャリがうまい。こちらがですね、勝浦の、満月の時と新月の時に取れる
お塩なんですよ。塩を作ってる方がサーフィンが趣味、引き海水が趣味みたいで、で全国の海水を飲んで勝浦の海水が一番美味しかったで、満月のと新月で、全然違うんですけど、ミネラルとかがミネラルの問題ですね。新月だと、月の、引っ張る力が弱いので、引力が弱いので、なんだっけ、マグネシウムが強いで、満月だと月の引っ張る力が強いんで、カルシウムが多いで、しょっぱさが違うんですよ。で新月の方がちょっとしょっぱいです。それをどう使い分けてるんですか？うちは、シャリは満月。シャリは満月。はい。で、お作りとかに使うのは新月のお塩をお魚に合うよお魚に合うよっていう。新月の日あ、でもなんかに旨味がある。満月の方がやっぱ塩味がある感じですね。塩味ですよね。両方入ってるんですもんね。そうです。新月とシャリと新月。満月このイカはそうです。新月の塩。剣先の赤ちゃん。剣先の赤ちゃん。でも満月のお醤シャリがうまい。軽い。ふわふわ。そうですね。ちょっと切って甘みを出してねっとりさせて。油やな。千葉勝山。これ置いてるっすか？これは置いてますね。島味は5日ですね。いつか回ってるわ。豊満な感じですね。鈴の方に入ってるのがブランというフランス語で白です。白。はい、白ワイン。で、こっちがポムがリンゴっていう意味があります。と同じ作り方、同じお米、全く同じ条件で作ってます。違うのが麹が違います。白麹を使っているものか、リンゴ酸が入っているものかという飲み比べですね。はい。白ワインっぽいですね。金の方なんかリンゴさんの方めちゃくちゃ柔らかくないですか？柔らかいです。丸いですよね。試合がで11日寝かしてるんですけど、ねっとりするかなと思ったらまだパワーが強すぎて。ブリンブリン。これでかいですか？でかいです。でかいですね。力強いですね。めちゃ石鯛の寿司めっちゃうまいです。これ寝かせてるんですか？一緒でやる。これは一緒に寝かしてますね。でもまだそんなですよね。じゃあ11日寝かしてます。これではいめっちゃフレッシュに感じましたよ。11日寝かせてこれなんだ。パワーがそれだけあるってこと。結構でっかかったですけど、4キロぐらい。今もっとトロトロになるかなと思ったら結構まだこれまだ寝かせられますね。はい。このサワラは4キロありました。でかっ。4キロの。やばっ。これあの時より全然でかいですね。でかいです、でかいです。あれだって2キロぐらいです。あれは2キロぐらいなんで、倍です。やべえな。いやモンスターっすね。これ良かったっす。これずっこういうツアーを今富津にいるんですけど、小肌のタチウオとかも食べてますね。いい意味でワイルドな小肌っすね。そうですね。結構な量出せると。今日で2日目です。 2日目っすね。高橋さんこれめちゃくちゃちょっと中澄み感があるというか、1万円からのこのサワラからの小肌の流れ最高っすね。
その鳥飼農場。鳥飼農場です。これなんかうま凝縮されてますね。ねギュッとしてる。勝山ですね。千葉勝山。美味しい。脂乗ってますね。パンチある。海苔は木更津の海苔になります。これなんで海苔で包んで出すんですか？黒むずそのまま握っても美味しいと思う。なんか海苔と炙ったもの、油が強いものってすごい合うなと思って、まあ黒もつでやったりタチウオでやったり、まあのどぐろでやったりとかするとめちゃめちゃ美味しいですよ。またトロトロ系ですね。はい。低温調理です。低温調理。最後力で味噌汁渡りガニ。上にニンニク醤油が乗ってるので、黄身の醤油漬けを色分けにしたものになってます。パンチありますね。はい。自称木更津プリンです。自称自称です。ふなっしー的なポジションになりたい。そうめちゃくちゃうまい。卵も、君津市の鳥飼農場さん赤の上下。うまい。うまっ。こちらも僕が釣ってきたフグ。君は、君津市の、鳥飼農場さんという養鶏場の赤の卵もはい、有名な。もうジャンキーなタレがいいですねまた。ユッケ本当うまい。これ大好き。詳細フグとトラフグっていうのは何が違うんですか？もう種類が全然違くて、はい毒の箇所も全然違うんですよ。フグもすごい種類がいっぱいいるんで、一応は僕フグの免許は持ってるんで、自分で処理もできるんです。なんで昆布締めにしたんですか？ねっとりさせたいっていうの。ちょっとカオスっぽいっていうか、最初ブリッとあるんですけど、はい、そこから宇宙っぽい感じというか宇宙的ななんか広がっていく感じなんですよ。で伊勢海老ってやっぱ生かちょっと火入れするところが多いじゃないですか。昆布締めっていう技法初めて聞いたんで興奮が止まらないです。甘みが生だと弱いイメージあるんですよ。はい味をそこで昆布でうまみ乗せてるっていう考え方ですよね。はい。はいこれ何日でしたか？これでサワラ2週間ですね。うわうまっ。濃いっすね味が。優秀な個体っていうのが分かるわ。でまだ食感あるっすね。ありますよね。やばいっすよね。まだ弾力がある。でかいっす。でこの時期サワラはまだ油が東京湾に入ってくるやつが乗ってないんですけど、こいつは優秀な個体だったので。坪井さんのコースというかお寿司はどうでしたか？めっちゃうまかったですでなんかマグロがないコースって、はいある意味初めてだったかもしれないおーですでよかったですマグロなしでこの満足度は非常に良かったです特に印象に残ってるおつまみとか握りありましたか？僕フグ好きなんですよだから詳細フグがおユッケ。好きでした切り方があのぐらいの厚さが好きです食べ応えあってでお店ではもちろんマグロあるじゃないですか。あえて今日マグロ出さなかった理由あります地物オンリーで行ってるんで。坪井さんのコースは、ね、今日わざわざ来ていただいてっていう特別コースでしたけどどうでしたか？すごかったですね。なんか漁師料理もありつつ、そう自分の料理もありつつ、寿司もありつつ、素晴らしいです。高橋さんありがとうございました。ありがとうございました。初の東京イベント、いかがでした？もういやーとてもいい刺激になりましたね。初めての言葉なんでコースも、ああいう形でやるのが初めてだったので
今日勉強になりました。ありがとうございました。おかみさんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでした？すごく緊張したんですけど、多分自分のお店で普通に営業してたらできない経験だったり出会わないような人たちとお話ができてすごく楽しかったです。で千葉ってすごいねみたいに言ってくれてすごく楽しかったし嬉しかったです。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でしたありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたまたよろしくお願いします。ありがとうございました。2種類に切りつけました。はい。塩分濃度が違いまして。爪じゃなくて醤油でいくんですか？はい。